宗麗先生、中国四川省出身、国家代表の武術選手として活躍し、現在は天行健中国武術館の総師範。かっこよくて強くて本当の技ね、伝えたら。新脚、八卦掌、剣術、今日は宗麗先生の武術を一気に見せちゃいます。なんでそんな迫力すごいですね。すごいですね。すごい難しそう。ね、体のそうは。見た目は簡単なんですよ。まあ、リラックスですね。リラックスして。これを、まあ、イメージで、丹田の前ですかね。丹田の前で。全然。まあ、リラックスして。ここですね。これですね。これですね。ランドを下ろして上げて。型の中でも同じようにここからの。原理は一緒なんでしょうね。でもすごいですね。なんですかね、すごいですよ。全体がブンって感じです。ですね。今これ八卦掌のという拳法の一部。そうですね。いくつかある動作ですね。動き。激しいですね。そうですね。静かの中に結構激しい動きが一瞬で出す時あります。ちょっと両方紹介します。はい、お願いします。八卦掌の中には代表的なこの剣というのがね、よくありますね。ちょっとだけこういういくつかやり方で、最初はこれね、パンチするとき、で、これ急所のところ入るのね、急所、ヌーブとか急所とか。これは一つと、もう一つはこういうやり方ですね。それはね、ポン、パン。お、これ結構怖い。これするドンって顔に。小手小打。そうそうそう、これパン。じゃんで。まあ、敏感するところ部分、あるいは意識するな目にするが、これでこういう敏感する部分やるが、手離したらはこうなるけど、もし手離さない時は流し、ドンで掴んで逃げられない、こういうふうに、こういう使い方。そうすると逃げられない状態にまた怖いですね。で、これは一つ連というの使い方。あともう一つこういう横この一心力を用して歩きながら技変化するときあるんですよ。すごい興味ある。じゃあこれ也是同じようにしたら、まず穿、体重的な穿着、目とか穿避けたらこういう。もうやります。
そのままこう振り回すというか歩いて。そう自然に出てきた方法ですよ。例えば今でほら最初この技使いたい。受けられたら相手は避けるんですよ。避けた時相手の動きに利用して、沿っていくと、避けるんですよ。避けてももう沿っていたらこうなる。回り込むんです。そう。いや普通は、こういう遠心力とか回るとか利用すると多分小さい体でも何とかこういう使える技。これ結構面白い技かな。じゃもう一回ちょっとね。方法で広げるときは方法はもっとある。今はそう始まったらやっぱり形ないので、でも一つの用法としては方法をじっくりやると相手もし抵抗しても最後この円利用して絶対最後まで終えてる。これ面白い。だからこれなんか見たことない感じですね。どんなに頑張っても相手頑張っても何周も歩いたらもう最後になる間が。この円のように歩くっていうのがこういう技になるとは知らなかったです。そうほら普通これ自分のこういう女性とか小さい体でそのままやろうってほら大きい体でしょ。なんとかこういう遠心力利用したり回ったり相手の手術点がずらしたり最後はちょっと回り込むだけだったら相手も逃げられそうな気がしますけど、ずっと回っていくんですね。そうかけてるからこれをそう大切なのはまず相手に必ずかけたまま一つ技使ってかけたままはい最後まで。まあでもこういう方法自然に出てくるですね。こうしないと技ほら使えない。あるいは相手まだ、ね、最後まで終われないようなこういう自然に出てくる最後まで相手は絶対動けなくなった自然の流れでこういう方法自然に出てくるんですよ。相手の動き沿って利用して自然にこうなってくる。相手の動きに逆らってないわけですね。一緒にこうそう抵抗するとほら味力はもっと強いはず。片手がこっちがあれは顔そして歩いてみてこういうふうにこれも八卦掌の技なんですか。そうですね。近づく相手そう特に像私たち女性とかあるいは小さい体距離あると危ない。重いから向こうね蹴りを距離上げると危ない。何度かくっつく。逃げて離れるんじゃなくてくっついちゃうってこと。そうこれが安全。相手もびっくりしますよね。これ一番難しい確かに護身術的にもすごいこれある発想ですね。よく子供たちにも棒をパーやるときみんなこういう本当にこうやるでしょ。ここに来たら一番安全するんです。なんか避けるときは逆に相手に近づいたら確かにそうですね。遠く行くとちょうど集中点のところやられる。じゃあその八卦掌っていうのは結構相手にくっつくっていうのがベースにあるんですか。必ずくっつくような中に応用する。基本として8個方向8つの方向8つの方向でもう12個の8つの方向で12応用変化。そうするともう連続やったらもう円になってくるぐらいのこういう12応用する。すごい。こういう必ずこうとかこうじゃなくてもう状況によっても大体もう方向が12変化する。自然に円になってくるみたいのこういう。もう入っていくときは大体この技があれはもう入るとよくカウントがあるんですよ。すごい。バカの倍、倍、
バイ同時ね、よくこのかぶる時もある。かぶるとしたらこうしたらすぐよく足は下でバイ、必要時意識はここまで、あるいはバイパバイバイで同じ、こういう方法バイ上来たと思ったら下かけないと。そうこういう場合も注入ね、状況によって応用する。すごい。アンドがもう吐いていく、アンドが避ける、アンドが避けたらもう吐いていく。どこから来るか分かんない感じですね。そうだからこれは一番面倒でしょ。柔らかい方が面倒だ。柔らかい方が面倒。なるほど、確かに。硬くしたらなんとか分かりやすい、基本としては。ですね。こういう技、こういう技あります。これでもちょっとなんだろう、ハーフ映画ファン的な質問ですけど、八卦賞の人のこういう動きに八卦賞の人はまた違う対応があるんですかね。そうですね。だからみんなはこのイメージで、そうするとやっぱり時吐いた時のこの知恵じゃない。みんな技大体基本としてしてるでしょ。そうするともう吐いたり避けたり流されたりまた、流したり、多分これでこういうふうに戦うぐらい戦うみたい。なるほどですね。曽根先生はこう八卦賞は選手の頃も得意だったんですか。そうですね。結構私たち四川省はチームは八卦賞やるのは結構早い。四川省と雲南省がだから一番早くこの種目。そうなんですね。早く練習してた。ただある時の方がやっぱり肩中心にもっと細かく研究したり、八卦賞の頃技理解しながら練習訓練したりは多分選手してる時はあまりやらなかったですね。でもある時体も鍛えられてるので今良かったなと思って。なるほど、そうですね。体できて技分かって、今多分一番強いじゃない。すごいかっこいい。いいですね。でも八卦賞はこんなに実践的、実用的っていうのは初めて知りました。結構そうね、結構使います。こんなに飛んだり回転したりしなくていい、もうじっくりこの中心を落としたままでも変化したらすごい、なんかすごい感じ。手とかでこの目とか喉とかいや爪長くしたら怖いくらい。結構こうやってそれ接近されてすごい怖いんですね。分かって大体少し鍛えられてる技少しいろいろ分かってる人なら始まったら多分血が寄っていた方がいや一般の人はやっぱり吐いたらどうするね、血がついたらまたねどうする分からなくなるでしょ。私たち普段はちょうど訓練してる人血がついたらやっぱりいろいろ自然に反応できるので技とか一番いい。相手が頑張って攻撃してきたときにその受け方とかもあるんですか。なんかそうですね。独特の受け方。要するに滚動滚動つけたらそう。体重とかまた流すとかね、とにかく抵抗するはあまりこれ考えないですね。ガツンとはやらない。普通そうですね。中国術の中には大体講談に行く種目の特徴はそのまましないですね。大体が流す、袖行く、避ける、あと戻る、ね、来た自然に別のところに攻撃入るとか流してから。すごい八卦賞。まあいろいろ剣の使い方のこの一つの型作って、でもイエス全部一個一個の剣の使い方で作られた型ですね。わかりました。で早くやったら、あとこういうフェイントがある。
頭だけど実は下に行きたいときはフィンプしてすぐ下に行くの。これでなんかこう回るし、これは下に実は下でフィンとして上行ってからすぐ下に切りたいから切りたいけど相手に流されてる、切りたいでも向こうも切りたい流して袖流してもう戻す流してこういう動作も別に踊ってるじゃないですか。普通やっぱり切りたいからね。じゃあ一回ちょっと早くやります。もう一回ね。後半がすごく速くて何が何だかわからない。そうそう、これは一つ技ですね。こうしたらまず下受けられたら下が攻撃したい。でフェイントして上行ってからすぐ下に戻る。でそして受けたら腰切る。ね、これ危険。切る。だからこれ結構実際は本当にこういうふうに使う。使える。じゃあこの動作縦が。で、ここが縦。で、満足する。切る。そうこういうの大きくやったらダメ。大きくぶれたらダメ。これで終わり。これで終わり。こっち。手首の使い方、手首の動きを非常に厳しいの。体前の手首大切。12小さく大きく変化する。手首を小さく。急所。急所ポンってやってるんですか。こういうので、100円ツボ上行く。もしやるなら上飛んでやる。12ないから先の方が集中する。あるいはフェイントだけ下傾いて下に戻る。これ結構きれいな動きなの。これをこうしたら回して説明を何とか聞いてやっと分かってました。何がしてるか。それただ踊ってるだけと思うでしょ普通は。違いますね。やっぱり技結構面白い。そうこういう場合もそうなんです。あれ来るでしょ。パンチする一瞬が相手の力沿っていく。沿っていって変化する。でそしてこの水中のこの流す。さっきのタオル動作もあったんですね。流して吐いていて。これもよく使う。もう簡単にすぐ使える技ですね。実際に使えるんですね。そう小さいチームの時よくこれ遊びながら攻撃やる。自由に動ける。体きているので遊びながらこういう技何とか入るとかやったことある。でもこれ綺麗な動きがね。じゃあもう一回先ですね。これはちょっと失敗。これ入ってないと普通はきちんと流したら吐いていてもう力使わなくてもさっきはちょっと距離あったのでも力でなんとか。でもさっきのはよくなかった。こういうパイロットが強い力しか。でも普通こういう動きは本当に流してこの状態に来たら相手は弱くなった。さっきのタオル
意味と同じで、そのまま吐いて、ですね。確かに力使ってない感じですね。引っかかったら力入れなくても重心を落とすだけで、座るだけで相手はね、こういう技とても女性でもね、小さい体も女性、特に女性でも使える。蹴ったりパンチしたりしなくていい。ですね。とそのぐらい力しかないでしょ、女性。巧妙的な綺麗な変化で、なんとか相手はゼロになった。こういうのがもう一回ね、さっきのちょっと綺麗に、そう、こういうことだ。相手を動いた一瞬、ね、動いた一瞬がすぐ何度か利用して。シャッ大丈夫ですか？大丈夫です。めっちゃフットです。はい、相手は刺してきます。刺して切る、頭切る、切って刺す、受ける、刺す、受ける、刺す、払って反っていく。こういう動作よ。なんか踊ってるみたいで違います。普通は体重でこういう状態でも剣が相手に刺す、入ろうとして、こっち側は受けるより反っていたら安全で、こういう意味がね。じゃあ一回ちょっとだけ流して、ね、やってみる。3、2本、こうだね。で、あとこっちからさあ、まさかこう回転したら相手手離さないように、こういうふうに相手も多分思いもよらないの形で転んでいく。なんかね、パッと見たらダンスしてるみたいに見えますもんね。だから実はこういう体重の使い方、多分体をどういうふうに体反って相手をくっつく離さないように何度か動く。そして相手に沿って動いたら安全。相手は何やろうとしたら分かるでしょう。離さないなら一応が安全というこういう基本が。そうすると離さないと相手の動き何度か分かるように。だから完全応用的。これもくっついているからできる技と。そうですね。ですね。そうですね。くっついてる時。だから私たちのこういう距離を置いたらやられる。切ってくれたら結構ね、相手体強い。だから距離上げない方が。ここだから変な人に襲われたら走って逃げるよりもくっつく方がいいとですね。くっつく安全。じゃあ、棒が降ってきたらこう逃げるより中に入ってる一番安全。相手の前に棒が降ってるでしょ。ですね。ここ来たら一番安全。こういう理論がこういう考え方。でこうして、はい、足使ってる。そして肘入る。で、そうはい、これを流していったら、すごいコントロールされてるんですね。そう、とにかくくつくしたの相手の力沿っていくと、私たちみたいなこういう体でも全然できるの、こういう。一応はこういう剣の、先ほどこういう剣の使い方、とても実際にもう完全に使う。ポンポン切るでしょ、避けたら切る。で、距離が近いなら体でこういう剣身でしゃがんで切る。そう、こう切るけどしゃがんだら
距離遠いなら剣の先まで先まで怖い。この剣の遠いなら先、違いなら火の体で急に甲があるいは甲がこれ怖いこれ。大体こう持ったら OK よ。大体こう剣持ったらまず持っとくところね、この2点だけまず持ったら人は大体こういう恐怖心が出てくる。体で切るとか切る、まあね、より剣持ったらすぐこれこれ切ったらすぐ目、ね、どんまい怖い。12多いだからさっきの切るね、小さい時多分さ切る方も使ってるから、ちょっと首のところも切る。ほんでこれはもう実際にもう12応用できる。剣が細集中刀と違ってね、刀は力でいっぱいパーッ剣がジュース刺したらね、刺したらプンってさ中で中で矫健という通したらそんな技術もあるんですか？これはあるですね。矫健というね、先の方がいっちゃう。やっぱすごいな、中国。矫健というね、はあ、すごい。剣はそうね、物持ったらもう怖いのないぐらい12分間できる。私たちのこういうね方、多分本当に全部実際に使う技。ほら、就是このまあ切れるポーズやるだけとかじゃなくて、やっぱり追求の方が違うので、一個一個技本当に存在する。実際にもう使える技です。時々何か起きる演舞とかデモンストレーションとかでも本当の技です。でみんなも絶対見せるだけのポーズとかあんなのは絶対異常しないこと。もうかっこよくて強くて本当の技ね、伝えたらいいなと。本当の武術だからね。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。